のまりんのポッドキャスト。皆さんこんにちは。日本語でおしゃべりをする韓国の언니のまりんです。皆さん元気ですか？前回に言った通りに今日は私の経験から話したいと思います。ちょっと難しい言葉かもしれないんですが、皆さん消費税っていう言葉を知ってますか？消費税を簡単に説明すると、商品の価格に課される税金のことです。皆さんは日本で買い物をしたときに値札に2つの数字が書いてあることに気づいたことがありますか？その2つの数字の中でちょっと小さい文字で書いてあるのが消費税が含まれている税込みの価格で、大文字で書いてあるのが消費税が含まれてない税抜きの価格になります。大抵の場合は商品の価格プラス税金。つまり実際に払うときには税込みの価格でお金を出したらいいんです。東京に住んでた頃の私は消費税が商品価格に課されるってことは知ってましたが、普段はあんまり考えてなかったんです。それで今日話したいのは消費税に対するちょっと悲しい思い出になります。私が東京で語学校に通ってた頃、考えたより東京の生活費が高くてお金にあんまり余裕がなかったんです。それでかなりタイトな生活をしてたある日、私は帰り道にアイスクリームが食べたくなりました。それでコンビニへ行く前に財布の中に100円玉があるのを確認してコンビニへ入りました。好きなアイスクリームを選んでレジまで行って100円玉を大事に握って払う準備満々でした。でも店員さんから合計105円ですって言われました。てっきり100円って買えると思ったんだからびっくりしたんですね。慌ててアイスクリームのパッケージを見たら100円と書いてありました。消費税 5% が含まれてない価格だったので、結局あのアイスクリームを買うためには105円が必要でした。あの日は授業の後、友達とラーメン屋さんに行ったんだから財布に100円しかなかったんです。まあお金がなかったから仕方なく店員さんにすいませんって言ってそのままコンビニを出るしかなかったんです。今考えてみたら別に大したことじゃないから全然笑いながら話せることだと思うんですが、あの頃の20歳の私としては相当悲しい出来事でした。100円もなくて好きなアイスクリームを食べれなかったっていうのがなんとなく悲しくて、帰り道に結構落ち込んでたのを今でも覚えてます。でもこれがきっかけになってあれからは買い物をするときに税込みの価格を確認するようになりました。それと次の日に同じコンビニに行ってあの日買えなかったアイスクリームを3つも買ったんです。あの時はお金がなくて恥ずかしいとも思ったし困るとも思ったんですけど、今考えてみたらアイスクリームを食べれなくって、すっごくがっかりした私、なんか可愛いなとも思いますね。皆さんも私と似たような経験をしたことがありますか？皆さんが日本に滞在した時にあったいろんな経験の中で面白いエピソードがありましたらコメントで聞かせてください。
では、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。今まで日本語でおしゃべりをする韓国鬼、のまりんでした。また会いましょう。バイバイ。